大概の器。それは、神の双子が作り出した7つの器。器に眠る悪魔は、契約者に不死身の体、並外れた身体能力、禁じられた特殊能力、そして、悲劇と破滅をもたらす。悪の大概。それは、大概の器によってもたらされる。1000年間の世界の物語だ。色欲の刀、ベノムソード。契約者には、異性を洗脳する能力がもたらされる。また、空を飛んだり、顔を変形させることも可能。対外契約者、サテリアジス・ベノマニアは、この能力で多くの女性を洗脳し、地下ハーレムを築き上げた。なお、この悪魔の力には、激しく欲情し、毎日異性と交わらないと、精神に異常をきたすという副作用がある。悪時期のグラスオブコンチータ。この器と契約すると、どんなものでも食べられる。強力な遺産を得られる。ただし、副作用として、悪時期欲求がもたらされる。つまり、食べるわけがないものを食べたくなってしまう。この欲求は、契約者以外にも伝染し、強力な遺産を持たない通常者は、石や刃物を体内に入れてしまう。そうして、死亡する病をグーラ病という。このグラスは、グーラ病の死者を蘇らせ、操ることができる。対外契約者、バニカ・コンチータは、屋敷の近くに訪れたものを、復活した紙幣に襲わせ、人間も、紙幣も全て胃袋に収めた。なお、彼女の目的は、この世の全てを食らい尽くすことである。傲慢の鏡、ルシフェニアの4枚鏡。この鏡は、4枚でセット。この鏡同士で、悪魔は自由に移動ができる。そのため、この器を封じるには、4枚すべて集めなくてはならない。悪の娘、リリアンヌ・ルシフェンド・オプリッシュ。彼女は、傲慢の悪魔に取り憑かれ、暴政や戦争を引き起こし、革命の引き金を引いてしまう。王女は処刑され、王国は他国の植民地となった。怠惰の人形、クロックワーカーズドール。大概の器の母なる存在。所有者は、他の大概の器を使用することができる。ある条件を満たせば、魔術に心得がない人でも、大概の器を全て扱えるようになる。所有者、マルガリータ・ブランケンハイムは、ギフトと呼ばれる、永遠に眠れる薬を開発。最初は、身近な人に飲ませていたが、ついには、空気感染するものを作り出し、街を崩壊させた。ちなみに、各器の中には、悪魔がいるため、契約者と話しかけられる。しかし、この人形は特別で、この人形自体が意志を持っている。嫉妬のハサミ、カヨのハサミ。この器の能力は不明。もともと、レビアンタの双剣という二対の剣だった。しかし、ある人物が邪国に双剣を持って逃亡。奪われないように、ハサミに作り変えた。このハサミを母親から譲り受けた人物。塩ビ坂の仕立て屋、須藤佳代。彼女は、呉服屋の主人と、その家族を、このハサミで刺し殺した。暗殺の時、悪魔から譲り受けた身体能力で、手早く、一人ずつこの世から消していった。強欲のスプーン、マーロンスプーン。この器は、契約者に金運をもたらす。また、青い炎を人体に発火させ、その人物を焼き殺すことができる。悪徳裁判官、ガレリアン・マーロン。彼は、亡くなった娘を復活させるために、すべての大罪の器を集めようとした。最終的に、憤怒の器以外は集め切ったという。器集めには、金や情報がたくさんいる。そのため、有益なものはどんな悪党でも無罪。逆に、邪魔な奴は全員死刑。ただし、悪徳裁判をしすぎた結果、反乱に巻き込まれた。憤怒の鍵、グリムジエンド。最強の大罪の器。その器は、他の器に眠る悪魔を弱めることができる。いわば、悪魔殺し、大罪契約者殺しのアイテム。暗殺者、ネメシス須藤。彼女は、自分に恋人を暗殺させたガレリアンに、復讐を誓った。反乱の中、ボートが火をつけた屋敷の中に侵入し、ガレリアンと対峙。彼女は、ガレリアンの眉間を撃ち抜いた。ちなみに、この器は、
各時代の他の滞在契約者を始末したがる性質を持つ。そのため、各時代、誰かがこの器に導かれるか、自分から、この器を得た者は、滞在契約者にとどめを刺そうとする。これは、契約者でなくても可能である。